はい、こんばんちは、しんらです。お待ちかねの武器使用率調査第2弾ということで、ようやくね、データが揃いましたよ、ハンターの皆さん。今回も前回と同じ手法で、データ収集しております。今回からね、見ている方のためにどんな手法か軽く説明すると、私自らがオンラインサーバーに潜って、そのサーバーにいるメンバーの持っている武器を一つ一つ目で見て指でカウントしていくというめちゃくちゃ原始的なものとなっております。オンラインサーバーにいるハンターのみのデータなのでソロでやっている人のデータは含みませんが、だからこそオンラインで救難を出した時はこのデータの通りのランキングで救難ハンターが来るはずです。製品版からの違いとして条件検索で選べる項目がイベクエクエスト周回などでオープンベータテスト版よりも増えたので前回より偏りの少ないデータが取れただろうと思われます。あとは時間帯サーバーを細かく変更してデータが偏らないように、最新の注意を払っておりますと。また今回は新しい試みとしてベテランサーバーと初心者サーバーでのデータもね分けているのでそれについても分析していきます。はい、そのデータ数は合計約5万人分と前回と同じデータ数となっております。じゃあグダグダ言わずに見ていきましょう。というわけでこれがそのデータですね。分かりやすいようにランキング順に並べております。じゃあ一個一個データ見ていきましょうか。はい、じゃあまずはタチですね。タチは不動の1位。しかし割合的には前回のベータテストよりも 2.3% ほど落ちております。後ほど説明する片手剣に若干吸われた可能性ありですね。タチに関してはね、製品版がリリースした時からストーリー攻略のね段階から使い続けている人も多いと思うので、そろそろ他の武器に流れる人も多いでしょうね。これからは少しずつ減っていく傾向かもしれません。はい、じゃあ次は弓ですね。前回よりも 1.4% ほど割合伸ばしております。タチとはちょっと逆ですね。ライトボウガン使いから転職したという人も多いかもしれませんね。一応製品版では軽いバランス調整はあったんですが、その勢いは変わらず。少しね扱いが難しい武器ではあるのでタチほどにはならないと思うんですが、今後もかなりの人気武器となるでしょう。もしかすると不動の2位の位置を死守するかもしれませんね。今後の動向にもかなり注目と。そして次は体験。前回よりも少し人数的には増えております。双剣チャージアックスとね前回は肩を並べていた近接武器でしたが、今回少し差がついた形ですね。体験はかなりの火力がね出るという話ですし、その人気に拍車がかかるのも納得といったところでしょうか。一応武器もね無属性だったり、汎用的なものをね1個持っておけば十分な武器種ではあるので作りやすくて、で基本的な操作も簡単ということで、初心者も手を出しやすい武器だったと思います。はい、じゃあパッパ見ていきましょう。次は双剣ですね。双剣は使用率的には前回とほぼ変わらず人気武器の一角といったところでしょうか。やはり何といってもねリヴァイ切りの派手さでね人気は変わらずですね。あと割と適当にねボタンを連打しても枯れそうだという意見は多いですし、初心者でもね手に取りやすい印象ですね。一応うちのチャンネルでもね分かりやすいとかなり評判の、双剣の使い方解説動画はあるので興味がある方は見てみてください。10分でね双剣使えるようになりますんで。じゃあ次は片手剣ですね。これ今回の、武器種使用率調査の主役と言ってもいいですね。前回から大きく伸ばしております。製品版で明らかに人数増加と。ランス、笛と並ぶ下から数えて3番目のね武器でしたからね前回は。最下位組ではあったんですが製品版でのアップデートで一気に人気爆発ですね。まさに今環境の主役。調整内容はモーションの追加、数値面の強化、レスポンスの向上、そしてその他性能強化と明らかにね製品版に入ってからモリモリでしたからね。その分ねベータ版ではその性能のひどさも話題になってたんですが、今考えるとベータ版でも片手剣を使ってたハンターはマジで生粋の片手剣使いだったんですね。面構えが違う。でお次はガンランス、チャージアックスがほぼ同率となっております。チャージアックスは歴代作品やベータ版などではねもともとかなりの人気武器ではあったんですが、片手剣に今回ばかりはお株を奪われた感じですかね。近接ではかなり火力も出ますがアックス系はね
操作が複雑なのがちょっとマイナスポイントかな。ベータ版をやらずにね、製品版から始めたというね、ハンターさんも多いと思うんで、使いやすさ、手に取りやすさは使用率にダイレクトに響くところですね。で、ガンランスについてですが、近接武器としては強い部類のはずだが、動きがね、何分遅いっていうのと、コンボのちょっと分かりにくさなので、手が出にくいのかもしれませんね。一体どういう動きをすれば強いのか、パッと見では分かりにくい。動きがね、遅めだとやっぱりね、初心者はちょっと手を出しにくいですからね。はい、で次は、ヘビーですね。このヘビーも大きく、製品版で数を増やしております。予想通りの結果という感じではありますけどね。装備によるカスタム性が加わってより火力が出しやすく、素材周回にもハンターランク上げにも最適なので、これが伸びるのは必然中の必然。ただね、今回の調査ではオンラインサーバーのものだけなので、ソロで使っている人を加算するともっとね、数増えると思います。かなり多いでしょうね、使ってる人はソロで。今回かなり数伸ばしてるんで、今後の動向にも要注目ですね。で、お次はヘビーとね、ほぼ同率なんですが、総中魂とスラークが続いております。スラッシュアックスは大きくは変わらずなんですが、総中魂は人数が減っておりますね。この辺りの武器から体験とか片手剣とか、今回伸びてる武器に使用者を吸われた可能性はありますね。総中魂は調整で強化が来て、驚くくらいね、火力も結構で出るんですけども、この順位なのはちょっと意外ですね。やっぱり操作性にまだちょっと難がある感じですかね。はい。で、お次が今回の近接武器最下位組の3種となっております。で、今回ね、ハンマーがね、大きく順位を落としてるんですよね。なんでハンマーがこの順位なんだよ、教えはどうなってんだ、教えは。順位としては前回はランキング8位だったんですが、今回近接最下位組の仲間入りとなりました。意外とね、初心者でハンマーから始めるという人はね、ちらほら見たイメージではあるんですが、ここまで少ないとは驚きましたね。前回の片手剣の位置に今回はハンマーが取って変わった感じですね。製品版で何も調整がなくて、ランキングの真ん中あたりの8位だったんで、ほぼ話題にならなかったってのが敗因なのかもしれません。カプコンさん、次のアップデではもうモンスターをホームランできるくらいのハンマーの調整待っておりますよ。で、続いて、笛ランスなんですが、ここら辺は変わらずといった感じですね。前回と同じく、製品版でも大きく話題になったイメージはちょっと個人的にはないですね。ランスは調整はあったとはいえ、歴代でもね、最下位組にいるイメージで、前回もそうだったんですが、製品版でも変わらずと。製品版に入ってから情報修正があったばかりなので、ランス次のアップデではね、調整が入るとはちょっとあんまり思えないんですが、どうでしょうかね。とはいえ、調整があろうがなかろうが、ランス使いのね、ハンターさんはランス一筋で行く傾向にあると思うんで、使用率はこれからもそんなに変わらない可能性はありますね。はい。で、白笛。白笛は一応サブ武器として優秀ではあるんですが、メインに担ぐ人はそういないですね。私的にはね、近接武器で次にね、習得したい武器筆頭なんですが、調整きますかね。いやー、もし笛が最強格の武器とかになったら、それはまたそれでね、環境荒れそうですけどね。はい。で、お次はライトボウガン。ライトはベータ版ではヘビーと同率で肩を並べていたんですが、今回大きく差をつけられて、全体での順位も最下位となっております。弓、ヘビーボウガン、その他近接武器に人数を持っていかれたっていう可能性ありですね。うちのチャンネルのアンケートでは、ヘビーボウガンとほぼね、同率だったんですが、データの抽出先が変わるとやっぱりちょっと差がつくもんですね。はい。というわけで、一個一個のデータの分析、こんな感じでしょうか。何かね、ご意見があればコメントにてね、どしどしお待ちしております。で、じゃあ軽くね、前回のデータとの比較もね、まとめておきましょうかね。やっぱり今回の見どころは片手剣の飛躍でしょうかね。アップデ次第で人気武器っていうのは移り変わるもんだなと、これはね、実感できますね。で、あとはヘビーボウガンの伸びっぷりもね、凄まじいと。ベータ版では素材周回とかは必要なかったので、こんなもんかという感じでしたが、製品版では使う人、増えましたね。逆に言うと、ベータ版での使用率こそがヘビーボウガンの真の使い手というか、ヘビーボウガンをメイン武器として担いでいるハンターの人口そのものなんでしょうね。そういう意味でオープンベータテストのデータもかなり貴重ですね。そして今回一番残念なのはハンマーだな。どうしてこうなったという感じですが、ハンマー的には使い心地というか、ハンマー自体にね、
マイナス要素はなかったように思えるんで、他の武器が伸びた結果相対的に使用者が減ったというね見方が正しいように思います。次のアップデでどうなるかめちゃ楽しみですね。で、先ほども軽く言いましたが、今回はサーバーごとにデータを分けております。というわけで、ベテランサーバー、初心者サーバーでも武器の使用率が違っていたので、そこのとこも詳しく見ていきましょう。はい、じゃあまずはベテランサーバーからですね。片手剣の人数が双剣よりも多くなっております。これね、完全に片手剣が今強いと聞いて浮気してる人たちですよね。まあね、経験があるベテランハンターというものは武器を変えて楽しむ余裕がありますからね。いろんな武器、今話題になっている武器に変えて楽しむハンターも多いからこそこの順位という感じですね。流行りに乗っていろんな武器を使うのはめっちゃいいことだと思います。ハンターとしてのね、経験値も積めますからね。ただね、我らが某ギャグ漫画の作者の言葉としてこういうものがありますというわけで、ありがたいお言葉。ボウガンを使った方がいいですか、それとも太刀で行った方がいいですか、助けてくださいというね、質問に対して、まずボウガンがいいか太刀がいいかなどと言っている時点で君は往復ビンタです。いいですか、敵に合わせて武器をコロコロ変えるハンターなんてのはラーメンと一緒に微妙なカレーもメニューに出しているパッとしないラーメン屋と同じですというわけで、最初にラーメンで行くって決めたのならラーメン1本で勝負しなさいよ。キリン、ラオシャンのどんな客が来てもラーメン1本で挑みなさいよ。初子貫徹、どんな敵も自分で決めた一つの武器で倒す。ここにラーメン屋、いやハンターとしての美学があるのです。いいですか、武器なんて何でもいいんですよ。そうなんです、武器なんてね何でもいい。一番の武器は君のハンターとしての信念、プライドなんです。それがあればどんなやつにだって必ず勝てます。というわけでね、自分のメイン武器をとにかく極める、これと決めたら使い続けるというのもね大事かというね意見もありますので、ちゅうわけで最近になって片手剣を始めたそこのハンターさん、歴戦王レダウで使うべき武器はボウガンでも太刀でもありません。ラーメン1本で言ってください。で、あとは個人的にランスの人口が少し多めなのは面白いですね。ランスは長くモンハンをやっている人ほど好きな人がね多いと個人的には思っています。お世辞にもね多いわけではないんですが、もしかするとそういうねことかもしれませんね。で、逆にハンマーは数が少なくなっていると、ベテランハンマー使いが他に流れたのが製品版での大きな特徴なんですかね。で、お次が初心者サーバーのデータとなっております。初心者サーバーの全体的な特徴として、ベテランよりは人数差が少し小さめであるという特徴が見受けられますね。片手剣は人数多めであるんですが、双剣ほどではないあたり、武器の強さにとらわれず武器を選んでいく傾向にありますね。太刀、弓、体剣、双剣あたりが人気武器で、片手剣が人数を増やしてきてて、で、あとはヘビーボウガンが少なめなのは大きな特徴ですね。モンハンをやり込むハンターほどヘビーボウガンの誘惑に負けて手を出すので、これも初心者サーバーならではの特徴ですね。まあヘビーにね手を出してしまうとモンハンが作業ゲーになってしまうんで、ワイルズから始めたねフレッシュなハンターさんにはこのままモンハンの多様な近接武器をいろいろ楽しんでほしいという思いはありますね、個人的には。はい、というわけで今回の武器使用率調査以上となっております。前回のね調査ではコメントでねいろんな意見が寄せられてかなり良質な掲示板状態となったんで、今回もどしどし意見交換できると大いに参考になると思います。前回の調査について気になる場合は概要欄に動画を貼っておきますので、興味があれば見ていってください。ということで今回の動画は以上となります。またアップデートの後できるだけ早くね、第3回の武器種使用率調査やりますので楽しみにしていてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ではまた。